味噌は日本の伝統的スーパーフード。世界遺産にも登録された日本食ですが、寂しいことに、当の日本では、特に若者の味噌汁離れが進んでいるようですね。週に2回どころか、1から2ヶ月に1度しか飲まない人も珍しくないそうです。味噌離れは、国の統計でも現れていて、1世帯あたりの味噌の年間購入量は、1970年の 12.7kg をピークに減少に転じ、昨今はその半分以下の 5.3kg ほどとなっています。ファストフードやコンビニなど、食の選択肢が増えたことや共働きの増加などで、家族一人一人が別々に食事をとることが増えたことも影響しているみたいです。一方で近年、味噌に含まれる素晴らしいパワーが注目されています。放射性物質を除去する味噌の効用。発がんを予防する味噌の生理作用。長崎に原爆が投下された時、秋月達一郎医師は、爆心から1400メートルほどの病院で被爆しましたが、その際に自らと医療スタッフに、わかめの入った赤味噌の味噌汁などの食事療法を徹底的に実践しました。彼らが原爆症の症状を発症せず、患者さんの診療に活躍された話は有名です。秋月医師の著書、体質と食物に触発され、その後、広島大学で放射性物質を除去する味噌の効用、発がんを予防する味噌の生理作用が科学的に証明されました。マウスの実験では、味噌の摂取によって体内からの放射性同位元素の排出が促進されたことが報告されています。実験では、マウスを次の4群に分けました。1、10% の乾燥赤味噌を混合した餌。2、10% の醤油を混合した餌。3、味噌と同じ塩分量の食塩を入れた餌。4、普通の餌。これらのマウスに放射線、X 線を照射しました。この時、マウスの小腸粘膜間細胞の生存率を調べました。放射線障害として、小腸の内側の粘膜が剥がれ落ちて、下痢や貧血を起こすことが分かっているからです。その結果、1の味噌を混合した餌を与えたグループの生存率が最も高く、その次に生存率の高かったのが2の醤油でした。また、要素131とセシウム134を投与した実験も行われました。味噌を混合した餌を与えられたマウスで最も多くの要素の排泄が見られ、セシウムについても、味噌を与えたマウスは、筋肉内の放射性物質が最も減少していることが分かりました。味噌のような発酵食品の中には、有益な菌などの微生物が住んでいますが、それらの菌は、有害物質を原子転換する働きがあり、無害化していることが考えられます。味噌に含まれる酵素は強い解毒作用を持っていて、これも放射性物質を除去する作用の要因となっていると考えられます。さらに、味噌を習慣的に食べていれば、腸内環境を整えることもできます。また、熟成度の高い味噌ほど放射線の防御効果が高いことも多くの研究で分かっています。味噌の放射線への防御機能は、世界的にも知られるようになりましたが、どうせ選ぶなら、熟成期間の長いものや、杉桶による本醸造のものを選びたいものですね。味噌の塩分について。味噌が体にいいのは分かっているけれど、高血圧気味なので、塩分が気になるという人も多いのではないでしょうか。このことについても、味噌のミラクルな一面があります。マウスの実験ではありますが、食塩だけを単独で与えると血圧が上昇しますが、味噌を与えても血圧は上昇しないのです。また食塩だけを与えると、胃がんの発生率が増加しますが、味噌を与えても胃がんは増加しないことなども分かっています。このことから、味噌の中の食塩は食塩を単独で摂取するのとは、異なる働きをすると考えられます。まさに良いことづくしとも言える、伝統食品、味噌は、ストレス社会に生きる、現代の日本人こそ、もっと積極的に摂るべき食品の筆頭なのではないでしょうか。